こんにちは。これは強化学習中の私ですが、今回は私がよく使っている、強化学習を、Unity でどうやってやるのか、その始め方、環境構築の仕方を説明したいと思います。とりあえず私と同じ環境を作りたい方は、参考にしてみてください。少し複雑で難しい部分があり、PC の環境というのは、人それぞれ全然違い、同じことをやってもうまくいかないことも多々あります。そういう時は、エラー文をそのままコピペしてググって頑張ってください。では行こう。はい、ということで、この動画のために MacBook Pro を初期化しました。この PC のスペックはこんな感じで、私が初めて動画を作り始めたのはこの PC です。では、今からこのまっさらな Mac に強化学習を始めるまでの環境を構築していく姿をそのまま見せます。もちろんエラーが出たら、その対処の仕方まで都度説明していきます。とにかくまずは Unity をインストールします。Unity を検索し、Unity Hub をダウンロードしてください。今回の流れを説明しておくと、上のような感じです。なるほどわからんの人も、とりあえず真似するか、用語を一つ一つ検索しながら、進めてみてください。ダウンロードが終わったら、インストールします。そしたら起動して、ライセンスを通してください。正直、ここ、苦戦する人いるかもしれません。Unity を初めて使う人は、アカウントの作成も必要です。この辺は今日の動画のメインではないので、早送りで飛ばします。はい、では Unity をインストールします。私が使っているのは、2019.2 なので、これをダウンロードします。この時、Linux ビルドサポートもチェックしといてください。棒読みちゃん T シャツ、パーカーできました。あと工事キーホルダーもあるよ。インストールできたら、とりあえず自分のプロジェクトを作っておきましょう。名前は何でもいいです。RL にしておきます。これで Unity は OK ですね。次は、Google で Unity ML Agents を検索してください。一番上のやつです。ダウンロードをクリック。これが強化学習をするためのライブラリです。私が使っているのはバージョン13なので、それに切り替えます。そしたら、これを丸ごとダウンロードします。ZIP ファイルがダウンロードされるので、解凍してフォルダを取り出します。とりあえず自分のプロジェクトと同じ場所にでも置いておいて、ライブラリの中身を表示。右側は自分のプロジェクトの中身を表示。Unity SDK の中身。アセッツの中身。アセッツの中身。移動します。これ。これ。これ。移動します。これで必要なものの移動は終わりです。ところで、このページの下の方にドキュメントのリンクがあります。ここですね。ここに飛ぶと、インストール方法やら使い方やら、すべてが載っています。英語ですが、自動日本語翻訳でも全然読めるので、日本語にすると良いです。さて、さっき Unity のインストールは終わったので、ここは完了です。
リポジトリのクローンもさっきフォルダの中身を移動したやつで完了です。次はここですね。パッケージのインストール。自分のプロジェクトを開いてください。そして Windows、パッケージマネージャー。アドバンスの横の三角を押して、一番下。バラクーダを検索してインストールします。レイアウトを私の好きな 2x3 に変えときます。これでパッケージのインストールは完了です。次からが面倒くさいです。その前に、ここまで来たら、サンプルが動くはずなので動かしてみます。おい、うまくいってないじゃねえかー。ドキュメントのバラクーダのバージョンは032なので、032に変更します。よし、これで無事にサンプルは動きましたね。では次に進みます。コマンドラインからこれを実行と書いてありますが、後々のために仮想環境を作って、そこで一連の作業をします。Mac、アナコンダとでも検索して。これでいっか。まずはホームブリューを入れます。この辺からは概要欄を見ながら進めた方がわかりやすいかもしれません。ターミナルを起動します。ブリュードクターを入力して、ブリューが入っていないことを確認。これをコピペして貼り付けます。そしてエンター。もう一回エンター。PC のパスワードを入力してエンター。インストールが始まります。インストールできたら、ブリュードクターで入っているか確認、大丈夫ですね。ブリューアップデートで最新版にもしておきます。最新版でした。次は今入れたブリューで PyEnv をインストールします。次はこれの通りにします。パスを通しています。ファインダー上で、コマンド、シフト、ドットキーを同時に押すと、表示ファイルを表示できます。バッシュプロフィールをダブルクリックで開いてみると、さっき入力したものが記載されていますね。一回ターミナルを再起動します。PyEnv 通って入っているか確認。大丈夫そうです。PyEnv インストール-リストでインストール可能なものを確認。アナコンダ440を入れたいので、PyEnv インストールアナコンダ。インストールできたら、PyEnv バージョンズをしてみます。入っていますね。今はデフォルトになっているので、アナコンダに変更します。PyEnv グローバルアナコンダ。これでアナコンダ環境に変わりました。デフォルトのシステムを汚さずに済みます。そしたら、今度はこれを入力してください。アナコンダ内に Python の仮想環境を作ります。ライブラリのバージョン変更に対応するときは、ここでまたそのバージョン用の仮想環境を作れば良いので、管理が楽になります。
トールできたら、コンダインフォ -e で確認できます。入っていますね。今作った仮想環境に入るためには、ソースアクティベート環境名です。無事に入れました。ここには、今後ターミナルを再起動するたびに入り直す必要があります。Python のバージョンも大丈夫です。ようやく次に進めます。pip install ml agents == 欲しいバージョンでバージョンを指定してインストール。pip freeze でインストールリストを確認できます。入っていました。最後はこれです。cd と入力して、フォルダをターミナルにドロップします。そしてエンター。同じように進めてください。ドキュメントでは pip3 になってますが、pip でいきます。よーし、完了です。ML Agents-Learn と打って、大きく Unity が表示されて赤文字のエラーなどなければ環境構築完了です。どうでしたか？概要欄にも説明を書いておきます。そして、この後の使い方はまた今度あげようと思いますね。最初の環境構築はめんどくさいですけど、作ってしまえばあとは楽なので、試してみたい方は頑張ってください。では、わからないことはコメントへ、わかる方はわからない方へ返信を、みんなで頑張りましょう。